こんにちは、パワミです。本日はパワーアップスで作るアプリ画面構成の基本とデータベース操作の基本的な実装方法を解説します。本日の流れです。はじめにアプリの画面構成の基本を説明します。次にデータベース操作、クラッド機能の実装方法をパワーアップスで自動作成できるサンプルアプリを見ながら解説します。今回はデータベースからパワーアップスを使って自動作成できるサンプルアプリを見ながらシンプルで基本的なアプリの実装を解説します。パワーアップスの実装で一番最初に押さえておくべき内容のため、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイトとパワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめにアプリの画面構成の基本を解説します。パワーアップスでは例えばシェアポイントリストから自動でシンプルなアプリを作成することができます。今回は簡単な進捗管理のリストを用意したので、このデータソースからアプリを作成してみます。この時作成されるアプリはスマホ画面サイズになります。これが自動作成されたアプリです。少しプレビュー画面で動かしてみます。一覧からプラスアイコンで新規データを追加できます。一覧画面の個別のデータを選択すると詳細画面に遷移します。詳細画面でペンのアイコンをクリックするとデータの編集ができます。一覧画面から詳細画面に遷移し、ゴミ箱のアイコンを選択するとデータの削除ができます。自動作成されるアプリはこのようなシンプルな作りになっていますが、まず最初にこのサンプルアプリの実装方法を押さえておくことが重要です。このサンプルアプリは一覧画面、詳細画面、編集画面の3つの画面構成になっています。一覧画面で登録データの一覧を表示し、詳細画面で個別データの詳細を表示します。編集画面では新規データ登録や登録したデータの更新ができます。では次に CRUD 機能の実装方法を解説します。CRUD とはデータベース操作のことで、登録、読み込み、更新、削除の英語の頭文字を取っています。ビジネスアプリはデータベースとこの CRUD と呼ばれるデータベース操作がメインのアプリになります。この CRUD 機能の基本的な実装方法を解説していきます。まずデータ登録の基本はフォームコントロールとサブミットフォーム関数を使って実装します。サンプルアプリの画面で説明します。一覧画面でプラスアイコンをクリックすると編集画面に遷移し、新規フォームを作成できます。フォームに登録するデータを入力し、チェックアイコンをクリックすると新規にデータが登録され、一覧画面に遷移します。アプリの編集画面を見てみます。一覧画面でプラスアイコンの On Select Property を見ると、まず New フォーム関数で編集画面のフォームのフォームモードを New にして新規フォームにしています。そしてナビゲート関数で編集画面に遷移しています。編集画面は同じフォームコントロールを使っていて、データの新規登録、データの更新両方に使えます。データを新規登録するときには New フォーム関数、データを更新するときには Edit フォーム関数を使うことで、フォームモードを New や Edit に切り替えることができます。編集画面に移ると、フォームコントロールで入力フォームが作成されています。フォームコントロールを使うと、入力項目を自動で作成してくれるため簡単です。チェックアイコンをクリックするとデータを登録できます。On Select Property にはサブミットフォーム関数が使われています。
フォームコントロールを使っている場合は、このようにサブミットフォーム関数の引数にフォーム名を入れるだけでデータの登録ができます。サブミットフォーム関数の処理が成功した場合は、フォームコントロールの OnSuccess プロパティが実行され、失敗した場合は OnFailure プロパティが実行されます。フォームの OnSuccess プロパティを見てみると、バック関数が書いてあります。バック関数は前の画面に戻る処理です。今回の場合、サブミットフォーム関数でデータの登録が成功すると、一覧画面に戻ります。データの登録処理はこんな感じで実装されています。フォームコントロールを使わずパッチ関数でデータを登録する方法は以前の動画を参考にしてください。次にデータの読み込みの実装は主にフォームコントロールやギャラリーコントロールを使います。今回のサンプルアプリでは一覧画面でデータ一覧を表示するのはギャラリーコントロールを使っています。一方、詳細画面で個別データの詳細を表示するのにはフォームコントロールのディスプレイを使っています。詳細画面は一覧画面で個別のデータを選択したとき、そのデータの詳細を表示するための画面になります。アプリ編集画面で見てみます。ギャラリーは挿入タブから追加することができます。ギャラリーの Items プロパティを見てみると、今はソートやフィルター等が実装されていて分かりづらいですが、登録データの一覧を出すだけならば、データソース名、今回の場合、SharePoint リスト名を Items プロパティに記載するだけで表示することができます。各列のデータを表示するには、thisItem. 列名と記載します。詳細画面では、フォームコントロールを使ってデータを表示しています。これは挿入タブからフォームのディスプレイを選ぶことで追加できます。この時、詳細画面では一覧画面で選択した個別のデータの詳細を表示しています。これはフォームの Item プロパティで一覧画面のギャラリー名 .selected と記載することで実装できます。ギャラリー名は左側のツリービューにあるコントロール名を指定します。データの読み込み自体は簡単に見えますが、実際はフィルターやサーチ、ソート等いろいろな条件を指定することがあり、最終的にはかなり実装が複雑になる場合もあります。次にデータの更新の実装は登録の時と同様、主にフォームコントロールやサブミットフォーム関数を使います。データ更新は一覧画面から個別のデータを選択して詳細画面に遷移した後、ペンアイコンをクリックして編集画面に遷移して登録をすることができます。データの更新をした後はバック関数が実行されて前の画面、つまり詳細画面に遷移します。一覧画面で個別のデータを選択し、詳細画面に移りました。ペンアイコンをクリックしてOnSelect プロパティを見てみると、エディットフォーム関数で編集画面のフォームのフォームモードをエディットにして編集フォームにしています。そしてナビゲート関数で編集画面に遷移しています。先ほど解説したようにデータを新規登録するときは New フォーム関数、データの更新をするときはエディットフォーム関数を使うことでフォームモードを New や Edit に切り替えることができます。編集画面に遷移し、フォームの Item プロパティを見てみると、一覧画面のギャラリー名 .selected と指定されています。これは詳細画面と同様に、一覧画面で選択した個別のデータを表示すると指定しています。今回、一覧画面から詳細画面、そして編集画面と遷移してきましたが、2つ前の画面である一覧画面で選択したデータをここでも設定することができます。編集画面でデータを更新した後、チェックアイコンをクリックしてデータの更新をします。
この時も登録時と同様、サブミットフォーム関数が実行され、データの登録ができます。つまり、サブミットフォーム関数はデータの新規登録、更新、両方に使える関数ということです。サブミットフォーム関数の処理が成功したら、フォームの OnSuccessProperty にあるバック関数が実行され、直前の画面、つまり詳細画面に遷移します。このような感じでデータの更新も実装できます。フォームコントロールを使わない場合、パッチ関数などでデータ更新をする必要がありますが、これはまた別の動画で紹介します。最後にデータ削除の実装は主に Remove 関数を使います。サンプルアプリの画面では、一覧画面で個別のデータを選択し、詳細画面に遷移した後、ゴミ箱アイコンをクリックすることでデータの削除ができます。アプリの編集画面で見てみます。まず一覧画面で個別のデータを選択し、詳細画面に遷移します。詳細画面のゴミ箱のアイコンの OnSelectProperty を見てみます。最初に Remove 関数で SharePoint リストのデータから一覧画面のギャラリーで選択したデータを削除するという処理が実行されています。その後、データ削除にエラーがないことを確認し、バック関数で一覧画面に戻ります。このエラー確認処理の関数式は一旦理解できていなくても大丈夫だと思います。このような感じで削除の実装もできます。後から復元できるようにデータを削除したくない場合、データベースに削除フラグ列を作り、True の場合は表示しないようフィルターをかける実装方法もあります。この場合は削除ボタンで Remove ではなくアップデート関数やパッチ関数を使いデータ更新をする実装になります。以上がサンプルアプリの実装の解説になります。本日はパワーアップスで作るアプリの画面構成とクラウド実装方法の基本を解説しました。現在パワミの作っている家事管理アプリはもう少し応用的な実装方法となっています。まずは今回のような基本的なアプリの実装を理解した上で、パッチ関数や変数を使った応用的な実装を学んでいきましょう。次回は変数の使い方を解説する予定です。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。